皆さん、こんにちは。陽介です。今日は日本の住宅事情と生活スタイルについてじっくりとお話ししていきたいと思います。この動画では日本の家の特徴や歴史的な背景、さらに現代のマンション事情、狭い土地でも工夫して暮らす方法などをできるだけわかりやすく解説していきます。また、日本語学習者の皆さんが新しい語彙や表現を学べるように様々な言葉も紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。今回のテーマは、日本に住んでいる人はもちろん、これから日本に来る予定がある人や、日本の生活文化をもっと知りたい人にとってとても役に立つ内容だと思います。特に日本語学習者の方々には、日本の家に関する言葉や暮らしに関する表現を覚えてもらう絶好の機会です。まず、この動画の構成を簡単に説明します。最初に日本の住宅の基本的な特徴を見ていきます。木造住宅が多い理由や耐震性の話など、日本ならではの話題ですね。次に、畳や襖、障子などの伝統的な要素について取り上げます。日本の昔ながらの家をイメージするときに欠かせないものばかりですよね。それから現代のマンション事情や狭小住宅での工夫についても話します。狭小住宅というのは狭い土地に建てた家ですね。東京などの都市部では特に狭い場所を有効に使うアイディアがたくさんありますから、その点も興味深いトピックだと思います。そして最後に、社会や働き方の変化から来る日本人の生活スタイルの変化について考えてみたいと思います。学習者の皆さんには動画の間にたくさんの語彙や表現を覚えてほしいです。家賃、不動産、畳、押し入れ、耐震など、普段の教科書にはあまり出てこない言葉もあるかもしれません。でも、実際に日本で暮らすとき、あるいは日本人と家の話をするときには、これらの言葉はとても大切になります。では、始めていきましょう。1、日本の住宅の基本的な特徴。皆さんは日本の住宅と聞くとどんなイメージを持ちますか？木造住宅が多い、地震に強い家がある、部屋が狭いかもしれないなど、様々な印象があると思います。実際、日本では木造の一戸建てが今でも数多く建てられています。日本は地震や台風が多い国ですから、災害に強い家づくりをする必要があります。ここではまず、日本の家がどのように構造的に特徴を持っているかについて詳しくお話しします。日本では古くから木造建築が発展してきましたが、最近では鉄筋コンクリート造の建物も一般的になっています。マンションのような集合住宅だけでなく、一戸建てでも鉄筋造や軽量鉄骨を採用するところも増えました。しかし、まだまだ木造が多いことも事実です。日本が地震大国であることは皆さんもご存知だと思います。世界で発生する地震のうち、マグニチュード6以上の地震の約2割ほどが日本近海で起こるとも言われています。そのため、日本の建築基準法では耐震対策がとても厳しく定められています。耐震とは地震の揺れに耐えることを意味しますが、建物が崩壊せずに人の命を守ることを最も重要な目的としています。木造住宅の良さは、地震の揺れをある程度
しなやかに受け止められる点です。木は強度だけでなく粘りという性質も持っています。揺れに合わせてある程度たわむことで建物全体を守る仕組みになっているのです。たわむというのは力を加えて少し曲がることですね。さらに日本で植林された木材を使うことで国産資源を生かす取り組みにもつながります。もう一つ、木造住宅が好まれる理由として木の温かみや馴染みやすさが挙げられます。日本では昔から木と共に暮らす文化がありました。例えば家の柱を磨いたり、床や天井に木を使ったりして自然の木目を楽しむことを大切にしてきたのです。こうした伝統的な考え方は現代でも根強く残っています。日本の家は一般的に間取りという言葉で表現されます。2LDK や 3DK などアルファベットと数字の組み合わせを見たことがあるかもしれません。L はリビング、D はダイニング、K はキッチンを意味します。つまり 2LDK なら2つの部屋とリビング、ダイニング、キッチンがある家ということですね。この形式は不動産広告などでもよく使われています。また 1K や 1DK といった小さな部屋も日本の都市部では一般的です。1K とは部屋が一つとキッチンだけという意味です。これは一人暮らしや学生向けの物件に多い間取りです。このような不動産広告を見れば、だいたいどんな住まいかイメージできるようになっています。面積の単位としては平方メートルも使われますが、畳の枚数で表すことも多いです。例えば6畳の部屋といえば、だいたい10平方メートルほどの広さになります。畳1枚のサイズは地域によって微妙に違いますが、おおむね 1.6 平方メートル前後とされているので、畳が何枚分かで部屋の広さを計算できるんですね。もう一つ大切なのが住宅と地域コミュニティの関係です。日本では自治会という組織があり、近所同士で助け合う仕組みが作られています。例えば、ゴミ出しの日を守る、災害時に避難所を共有する、防犯パトロールを行うなど、地域のルールや行事がある程度決まっているのです。また、回覧板というものを使って、町内会や自治会からのお知らせを回していく地域もあります。実際、うちにも回覧板が回ってきて、中身を少し読んで横の家に回しています。近所との付き合い方は昔に比べると薄れつつあるとも言われますが、今でも自治会に加入してイベントや防災訓練に参加する家庭は多いです。特に地震や台風の際には地域の人同士で情報を交換し合ったり助け合ったりすることが重要です。日本ならではのご近所付き合いという文化は住宅と深いつながりがあるのです。ここまでお話ししてきたように、日本の住宅には木造が多いことや間取りの特徴、自治会をはじめとする地域コミュニティとの関わりなど、いろいろな面白い点があります。特に災害の多い国だからこそ、地震対策や耐震構造がしっかりとしていることは重要ですね。皆さんの国や地域の住宅と比べてどんな違いを感じましたか？ 2. 伝統的な住まいの要素。日本の伝統的な家といえば、皆さんは
何を思い浮かべるでしょうか。畳、襖、障子、縁側といったキーワードがすぐ頭に浮かぶ人も多いかもしれません。現代の家でも和室という形で一部が畳敷きになっている場合があります。昔ながらの日本家屋に泊まる体験ができる民宿などもあるので、観光客にも人気のポイントですね。畳はイグサという植物を素材とした床材で、日本の住まいを象徴する存在です。一枚の畳を一畳と数え、広さを表す単位にもなっています。畳の最大の魅力は踏み心地や香りにあります。特に新しい畳の香りには心を落ち着かせる効果があると言われています。日本人にとっては畳の上に座ったり寝転んだりする行為がとてもリラックスできる時間です。布団を敷いて寝る文化も畳の柔らかさと相性がいいですね。日常会話でも畳の部屋は落ち着くねといった感想をよく聞きます。襖は和室を仕切るための建具で、紙や布が貼られた引き戸のことです。部屋同士を区切ったり、押し入れの扉として使われたりします。襖絵といって豪華な絵が描かれているものもあります。障子は木の枠に和紙を貼った引き戸のことです。光を柔らかく通すので、部屋に優しい明るさをもたらしますが、外からは中があまり見えないという機能もあります。襖と障子は空間を自由に仕切ったり開放したりできるのが魅力です。洋式の開き戸とは違い、左右にスライドするため場所を取りません。また、夏は障子を開けっぱなして風を通し、冬は閉めて冷たい風を防ぐというように、季節に合わせた使い方ができます。日本家屋の知恵が詰まった仕組みです。和室の収納スペースといえば、押し入れが代表的です。布団や座布団など、かさばるものをしまうために作られています。ドラえもんが寝ている場所としても有名ですね。昔の日本の家では、ベッドではなく、布団を敷いて寝るのが普通でしたから、昼間は押し入れに布団をしまい、夜になると出して敷くという生活スタイルが一般的でした。これにより、夜は寝室、昼はリビングというように、同じ部屋でも時間帯によって用途を変えられるというのが大きなメリットです。押し入れには襖がついているので、見た目にもすっきりしますし、来客があった時に中を見られないという利点もあります。縁側は家の中と庭の境界にある細長い板張りのスペースを指します。現代の住宅ではあまり見かけなくなりましたが、昔ながらの日本家屋にはよくあります。縁側に座って外の風景を見たり、日向ぼっこをしたりするのはとても気持ちがいい時間です。近所の人が通りかかった時に、ちょっと挨拶を交わす場としても使われました。縁側は単に休憩の場というだけでなく、家と自然とのつながりを感じることができる空間です。日本庭園を眺めながらお茶を飲むというのは、海外の方にとっても和の雰囲気を味わえる特別な体験になるかもしれません。ここまで畳や襖、障子、押し入れ、縁側など、日本の伝統的な住まいの要素を紹介しました。それぞれに日本独特の文化や生活スタイルが込められており、
限られたスペースを上手に使う知恵も多く見られます。近年は洋室の普及やマンション暮らしの増加で、こうした伝統的な要素を全く見ない家も増えていますが、和室が一部屋あるだけでも落ち着きを感じられるという人は少なくありません。もし日本の伝統的な家に泊まる機会があれば、ぜひ畳の感触や襖の開け閉めなどを体験してみてください。3、現代のマンション事情。では次に、都市部の日本人が多く住むマンション事情について見ていきましょう。地方では一戸建てがまだまだ主流のところも多いですが、大都市圏、特に東京や大阪、名古屋などでは多くの人がマンションやアパートに住んでいます。そこにはどんな特徴があるのでしょうか。日本では一般的にマンションという言葉は鉄筋コンクリート造で比較的規模が大きい集合住宅を指し、アパートという言葉は木造や軽量鉄骨造などで比較的小規模な集合住宅を指すことが多いです。私の場合、両方住みましたが、マンションの方が防音がしっかりしているので、家族連れはマンションの方がいいですね。また、不動産広告を見るときに便利な言葉として、駅徒歩分という表現がよく使われています。駅から歩いて何分かという指標で物件の立地条件を示すのです。ちなみに歩くスピードによってかかる時間が違うので、徒歩1分は80メートルと定められています。日本の都会では駅から近いほど家賃が高くなる傾向があります。その分、通勤・通学に便利なので人気があるわけですね。都会のマンションでは防犯システムが充実しているところが多いです。エントランスにオートロックがついていて、来客が来た時にはインターホンやカメラで確認してから開錠する仕組みになっています。また、宅配ボックスが設置されているマンションも多いです。これは荷物が届いた時、留守にしていても受け取れる仕組みですから、忙しい一人暮らしの人にとってはとても便利ですね。管理人さんやコンシェルジュが常駐しているマンションもあり、共用部の掃除や住民の安全を見守る役割を担っています。こうした仕組みがあるため、家賃や管理費は少し高くなるかもしれませんが、都会の一人暮らしや子育て世代にとっては、セキュリティがしっかりしていることは大きなメリットです。マンションにはエレベーターやゴミ置き場、駐輪場、駐車場など住民が共同で使うスペースがあります。こうした共用施設を使う際には、住民同士のルールやマナーを守ることが大切です。特に夜間の洗濯や掃除、騒音などは近所迷惑になりやすいので、夜10時以降は控えるといった決まりが作られていることもあります。また、エレベーターで会った時に軽く挨拶をするなど、最低限のコミュニケーションも求められることがあります。大都市では家賃が高いこともあり、1K や 1DK などコンパクトな部屋を探す人も多いです。不動産屋で部屋を探すときには、家賃はいくらまで考えていますか？間取りはどのタイプを希望しますか？と聞かれます。こうしたやり取りができるように、不動産関連の単語やフレーズは、日本語学習者にとっても覚えておくと役に立つでしょう。
マンションを購入する場合にはローンを組むことが多いですが、日本の場合30年や35年といった長期の住宅ローンも珍しくありません。もちろん金利や頭金など難しい専門用語が出てきますが、これも日本で長く生活する場合には知っておきたい情報ですね。もし日本でマンションに住むのであれば、こうした共用部分の使い方や防犯に関する取り決めを理解し、周りの人と協力して快適に暮らすことが大切ですね。4、狭小住宅の工夫。日本は国土が狭く、特に都市部では土地の価格が非常に高いです。そのため狭い土地に家を建てる狭小住宅が注目を集めています。テレビや雑誌でもほんの数十平方メートルの敷地に驚くほどおしゃれで機能的な家を建てる特集を見ることがあります。狭小住宅では縦方向に空間を伸ばすのが基本です。2階建て、3階建ては当たり前。中には4階建ての一戸建てを建てる人もいます。土地が高い都市部では少しでも広い生活空間を確保するために階段の作り方や部屋の配置を工夫するのです。ロフトや吹き抜けを使うのも狭小住宅の特徴です。ロフトとは天井が高い部分に作られた小さなスペースのことで、寝室や書斎として使う人がいます。吹き抜けは一部の床を作らずに上の階まで空間をつなげることで、家の中に広がりや開放感を生み出します。これらは建築家の創意工夫がよく現れる部分でもあり、住む人にとっては魅力的ですね。狭い家に住むときに大切なのは、いかに物をうまく収納するかです。階段下のスペースや壁面などデッドスペースになりがちな部分を収納に活用します。また家具を最小限にし、必要なものだけを持つミニマリストの暮らしを選ぶ人もいます。ミニマリストの考え方では、本当に必要なものだけを持ち、余計なものを減らすことで生活の質を上げるという発想を大切にします。壁いっぱいに棚を作ったり、押し入れのような大容量の収納を設けたりして、見た目はすっきり、でも実はたくさんのものをしまえる工夫をしている家も多いです。荷物が多い人には向かないかもしれませんが、定期的に整理整頓をすることで狭小住宅でも快適に暮らせるという声もよく聞きます。狭小住宅では家具にも工夫が求められます。ベッドとソファーが一体になった家具や、テーブルが折りたためるタイプのものなど、一つの家具で複数の役割を果たすものが人気です。折りたたみ式のダイニングテーブルなどは、使わないときは壁際に畳んでおけるので、部屋を広く使うことができます。狭小住宅に住む人の中には、生活スタイル自体をシンプルにする人もいます。例えば、洗濯機を置くスペースがないので、共用のコインランドリーを使う。あるいは週末にまとめてコインランドリーで一気に洗濯してしまうなど、家にスペースを取らなくても済む方法を選択するわけです。狭小住宅だからこそ、アイディアを駆使して快適に暮らすことができるのは、日本の住まい文化の面白いところです。小スペースの概念は、限られた資源を有効活用するという観点からも、これからの社会において重要になってくるかもしれません。もし皆さんが狭小住宅に興味を持ったら、
雑誌やインターネットで事例を探してみると、驚くほどたくさんのアイデアが見つかりますよ。5、生活スタイルの変化と理由。伝統的な家からマンション、そして狭小住宅に至るまで、日本人の住まい方は時代によって変化してきました。では、どうしてそうした変化が起こったのでしょうか。ここでは家族構成や働き方、社会の動向など広い視点から見ていきたいと思います。まず大きな要因として挙げられるのが家族構成の変化です。かつての日本では祖父母や親、子供たちが同居する大家族のスタイルが一般的でした。農業や商店を営む家庭では仕事と住まいが一体化しており、複数世帯が同じ家に住むことも珍しくなかったのです。しかし、核家族化が進み、親と子供のみの世帯や単身赴任、一人暮らしの世帯が増えてきました。少子化の影響もあって、一人や二人で住む家が増えれば、当然家のサイズもコンパクトになっていきます。その結果、マンションやアパートでの暮らしを選ぶ人が多くなりました。次に、職業の変化や働き方の多様化も重要なポイントです。かつては会社に出勤するのが当たり前でしたが、最近ではリモートワークや在宅勤務、テレワークといった働き方が増えています。自宅が職場になると、家の中にオフィススペースを作ったり、オンライン会議用の静かな部屋を確保したりする必要が出てきます。また、転勤が多い企業に勤める人の場合、数年ごとに引っ越しをすることもあります。そうすると、持ち家よりも賃貸のマンションに住んだ方が便利だという人もいるでしょう。こうした働き方の変化は、住まいへのニーズを大きく変えていきます。私は賃貸派ですね。日本の住まいは洋式の生活様式を取り入れつつも、一方で昔ながらの習慣を捨てきれないという面もあります。例えば、玄関で靴を脱ぐ文化はほとんどの日本人家庭に共通しています。アパートやマンションでも玄関スペースがあり、そこで靴を脱いでから部屋に入るのが普通です。また、和室が少なくなったとはいえ、新築のマンションでも畳コーナーが設けられている物件もあります。畳の部屋は室内用のスリッパも脱いで入ることが多いです。部屋用のスリッパとトイレ用のスリッパを分けるかなど、日本特有の生活スタイルが生まれています。こうした伝統と現代生活の融合も日本の住宅事情を特徴づけるポイントですね。最後に、都市化と地方移住という2つの動きについて触れておきます。多くの若者が仕事や学業のために東京や大阪などの大都市に集まる傾向は強いです。そのため、都市部ではマンション価格や家賃が高騰する現象も見られます。ほんと、最近めっちゃ高くなってるみたいですね。一方で、近年は地方への移住を選ぶ若者や家族も増えつつあります。都会の喧騒を離れて自然の多い地方で暮らしたいという人や、リモートワークが可能になったために必ずしも都市に住む必要がなくなったという人たちが移住を決意するケースもあります。これを U ターンや I ターンと呼ぶことがあります。地方に新築を建てる人もいますし、古民家をリノベーションして住む人もいます。このように家族構成や働き方、社会の潮流が日本人の住まいを絶えず変化させてきました。
伝統的な要素を残しながらも、現代のライフスタイルに合わせて住宅の機能やデザインが変わるのはとても興味深い現象です。これから先、さらに技術が進歩して、スマートホームや AI を活用した住宅が一般的になる時代がやってくるかもしれませんね。6、まとめと学習ポイントの再確認。ここまで日本の住宅事情と生活スタイルについて様々な観点からお話ししてきました。最後に重要な学習ポイントをもう一度整理してみましょう。皆さんが覚えておくと便利な語彙や文化的な背景なども改めて振り返ってみたいと思います。新しい語彙や表現は、伝統的な家の言葉としては、畳、襖、障子、押し入れ、縁側。マンション暮らしで使う言葉は、オートロック、宅配ボックス、管理人、共用施設。狭小住宅関連では、ロフト、吹き抜け、ミニマリスト、折りたたみ家具。生活スタイルでは、在宅勤務、核家族、単身赴任、少子化、U ターン、I ターン。文化的背景としては、地震対策や台風対策が重要なため、木造住宅や耐震構造が発達し、大家族から核家族や一人暮らしへ変化していったことで、コンパクトな間取りやマンションが普及しました。玄関で靴を脱ぐ習慣や畳文化は洋式生活と融合しています。日本で部屋を借りるときは、駅からの距離や家賃、間取りだけでなく、自治会やご近所との付き合い、ゴミの出し方、防犯ルールなど、細かいところまで確認することをお勧めします。皆さん、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。今回は、日本の住宅事情と生活スタイルというテーマで、伝統的な家から現代のマンション、狭小住宅まで幅広くお話ししました。日本の家の特徴や文化を知ると、地震や台風などの災害が多い国だからこそ、独特の工夫や考え方が生まれていることに気づきますよね。また、家族構成や働き方の変化によって、住宅の形や暮らし方がどんどん変わっているということも、とても興味深いポイントだと思います。皆さんの国ではどんな家に住むのが一般的でしょうか。もしよかったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。この動画が皆さんの学習や今後の生活の参考になれば幸いです。このチャンネルでは他にも日本語学習や日本の文化、日本での暮らしに役立つ情報をたくさん発信しています。ぜひチャンネル登録や高評価ボタンを押していただけると励みになります。次回の動画も楽しみにしていてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases, come what may. From hiragana to kanji, you'll see. Learning's fun with Yosuke, come with me.